こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回は割と無計画にだらりと旅をしておりまして、四国を回っておりますが、前回の鳴門公園口の続きのような動画となります。とりあえずどっか泊まるところを探そうということでネットで予約したのが四国徳島の本当の山の奥の方になりますけれども、この辺りですね。拡大したのがこちらになりまして、ちょっと初見ですと読めませんが、これで「いや」と読みまして、最寄りの駅は大歩となります。さらに地図を拡大して大歩からバスで30分ほどの祖谷渓温泉ホテル秘境の湯、こちらの方に予約をしてみましたので、今回はそこまで行く様子と現地の様子、あとホテルのご紹介などをしてみたいと思います。では鳴門駅のもう閉まることのない構内踏切を渡りまして、ホームの方へとやってまいりました。踏切があるということは、以前はこの先にも線路があったのでしょうか。そこのところはちょっと分かりませんが、おそらく貨物がこの先も少しは走っていたんだろうと勝手に予想しておりますが、違ってたらごめんなさい。ということで、とりあえず乗車でございます。車内はこんな感じで、乗客は10人ほど、平日の午前中ですのでこんなもんだろうと思います。ちなみに鳴門駅の利用者数は1日に700人前後ということでございます。ではとりあえず鳴門線徳島行きの各駅停車に乗車でございます。ちなみにこの鳴門線は7駅ある路線で、距離の方は 8.5 キロ、最高速は85キロということになっておりますが、実際には30キロぐらいしか出ておりませんで、ちょっとイケイケのあんちゃんが運転するゲンチャリに抜かされる、そういった路線となっております。では鳴門から15分ほどでしょうか、乗り換え駅の池の谷に到着です。乗り換えますので、ホームから跨線橋上がってきたところですが、ちょうど入れ違いで鳴門方面行きの列車がやってきました。この駅ですれ違ってお互いに鳴門と徳島と行き交う形となりますが、この駅がちょっとですね、構造的に面白いなと思いまして、振り向きますと降り口が3つあるんですが、真ん中が出口、改札口となりまして、向かって右の3番線4番線が鳴門線乗り場ということで、反対の 1,2 番線が高徳線、高松と徳島を結ぶ路線ということになります。では 1,2 番線の方に降りてきまして、鳴門線の列車を見送っているところでございます。真ん中の跨線橋を降りまして、改札の外に出てまいりました。ちょっとこの日は風が強くて自転車がやたら倒れておりますが、駅前はこんな感じで、唯一あったコンビニも閉店して久しいというような状態でございます。ちなみにこの駅の利用者は1日あたり160人前後ということでございます。しかしながら鳴門線からの乗り換えの需要があるため、この駅は特急停車駅となっておりまして、次乗る列車は特急うずしお高松行きとなります。では池の谷を13時34分出発でございます。乗ってる列車は特急うずしお16号高松行きとなります。途中の停車駅は板野、引田、三本松、それからここ映っているのは志戸駅になりまして、その次が屋島となります。各駅に停まります。普通列車の高松行きは、降りましたホーム向かい側3番乗り場から14時22分の発車です。見えてた山が屋島となりまして、その次が市街地になりますけれども、栗林に停車した後終点の高松となりまして、高松の到着は14時30分ですので55分ほどの乗車でございます。
次の列車まで45分の待ち時間、駅前のうどん屋さんにて讃岐うどんとさつまいもとちくわの天ぷら、それからいなり寿司をいただきまして、15時13分伊予西条行きの快速南風リレー号に乗車でございます。右側の赤いラインの車両となります。では快速南風リレー号高松を出発です。南風とは岡山と高知を結ぶ特急列車のことでございまして、この列車はそれに都合よく乗れるようなダイヤが組まれている快速ということでございます。快速を名乗っておりますが、飛ばす駅はわずか6駅だけとなっておりまして、坂出から先は各駅停車となります。では宇多津にてアンパンマンラッピングが施された特急南風15号高知行きに乗車でございます。外観だけではなく天井にもアンパンマンのキャラクターがラッピングされております。こちらは宇多津のすぐお隣丸亀駅になります。この丸亀と次の多度津駅でも乗り換えることが可能となっております。もちろん自由席を利用するのであれば最初の宇多津駅が一番座れる可能性が高くなるというのはあると思います。また指定席を利用の場合、多度津駅が一番距離が縮まるわけですが、大ボケまで利用する場合は値段が全く変わりませんので、どこで乗り換えられてもいいかと思います。では昔の国名で土佐と讃岐を結ぶ土山線への乗り換え駅多度津に到着です。乗ってる南風号は乗り換えなしで直接土山線に入り高知へ向かう便となります。その後の停車駅は善通寺、それからこちらが石段が1400段以上あると言われるこんぴらさんの最寄り駅琴平となります。ここから山深い路線に変わっていきまして、この次の停車駅が阿波池田となります。この阿波池田の次の駅が目的地の大ボケとなりますが、この駅を出ましてしばらくしますと景色が一変いたしまして、約8キロにわたって続く峡谷を大ボケ峡と言います。こちらはただの曲がりくねった道ですが、なんか中世のヨーロッパの砦のように見えるのは私だけでしょうか。この辺りは随分土地が狭くて、山の斜面を利用して住宅が建てられているという形でございますが、調べてみると結構お年寄りが多くて限界集落というようなところも多いそうでございます。線路際の横に流れている河川が四国三郎の愛称で親しまれている吉野川となります。この川は高知県の県境から徳島市の紀伊水道まで流れる全長190キロほどの四国最大の河川となります。それからすぐ横に走っているのが国道32号線で、昔はくねくねと曲がりながら上がったり下がったりする道でしたが、現在は立体交差といいますか、高架橋を使って高低差をなくして随分快適に走れる道へと変わっておりまして、動画を編集しながらこれを見ていますと、なんかドライブをしたくなってしまう、そんなような道でございます。
最後の通過駅小仏駅を通過するところですが、大仏橋についてのアナウンスがございます。お客様に大仏、小仏のご案内をいたします。ただいま左側に見えております川が四国三郎の名で知られる吉野川です。この辺りから約8キロにわたり路山線で最も景色が美しいところです。ただいまご覧いただいているのが小仏橋です。長い年月、水による浸食で変化に富んだ渓谷美を作り出しています。しばらくして列車が鉄橋を渡りますと、右側に大仏橋が見えてまいります。トンネルがございますが、しばらくの間ご覧ください。少々勘違いしてしまいまして、右と言われながら左を取っておりましたが、大仏橋については後ほどまたお届けしたいと思います。では大仏駅に到着、赤いアンパンマン列車を見送るところでございます。ちなみにアンパンマン列車は黄色いアンパンマンと白いアンパンマンもあるようです。では大仏駅の構内踏切を渡りまして、ホテルの送迎バスに乗り込みましてホテルに向かいます。駅前のお店の名前はボケマート。おそらく至って真面目につけたネーミングかと思いますが、関西圏であのネーミングで商売しますとふざけてんのかと必ず突っ込まれるかと思われます。さて、駅からホテルまでの道中ですが、かなり上り勾配で、しかもつづら折りのカーブが続くような道でございまして、距離は5、6キロ程度だと思いますが、結構時間がかかってとても歩いて行けるようなところではないっていう感じでございます。では車に揺られながら夜景温泉ホテル秘境の湯に到着でございます。お部屋は一人旅ですのでシングルルーム、一般的なビジネスといった感じでございます。では少し時間が経ちまして、夕食会場にやってまいりました。献立はこのようになっておりまして、まずはごま豆腐が左の方ですね、こちらでございまして、隣が川魚のアマゴの刺身、それから焼き椎茸の酒蒸し、それからご当地徳島の鳴門金時豚のお鍋となっております。それからこちらは別料金でございますが、今回はちょっと動画編集などをこの後したいと思うので控えめにさせていただきましたが、本来ですと大きいやつでいきたいところでございます。これに加えて少し後からアマゴの塩焼きでございまして、これがめちゃくちゃ美味しくてですね、頭から尻尾まで全て美味しくいただきました。あとはご当地のお蕎麦ということでございます。一夜明けて部屋の窓からでございますが、大雪でございまして、とりあえず朝風呂ということで大浴場の方にやってまいりました。フロントで聞いてみると、お客さんがいないのでしたら映しても構わないということで、ちょっと恐る見計らって撮影しております。外気との温度差が激しいのですぐ曇ってしまいまして、ちょっとよく見えておりませんので、ちょっと拭き取ってみたいと思います。この一番奥に出入り口があって、そこから露天風呂の方に行けますが、すごい雪でこの距離を裸足で行くのはちょっと別の決意がいるということで、今回は諦めて内風呂の方に入らせていただきました。こちらが本来の姿というところでございます。お湯の泉質はとろーんとした感じでぬめりのあるいいお湯でございまして、内風呂の方はこのような広々とした大浴場でございます。では一風呂浴びて部屋の方に戻ってまいりました。
この後なんですけども、本来行きたかったのが桂橋となりまして、現在は架け替え工事が行われているようですが、その様子を見たかったのと、あとは100メートルほどの谷底に放尿をする小便小僧と、こちらも見てみたかったのでございますが、あいにくの天気でございまして、そこまで行くのが非常に困難ということで、今回は諦めて、また別の機会があれば訪れてみたいと思います。一応冬場は観光客が少なくなるので、リーズナブルに宿に泊まれるという有利な点はございますが、観光には不向きなシーズンとなっております。気を取り直して、とりあえず朝食会場にやってまいりました。普通の旅館の料理といったところですが、温めて食べれるような工夫がなされております。あとパンとかジュース、コーヒーなどはビュッフェスタイルになっておりまして、ご飯などもおかわり自由となっております。ホテルのプランには素泊まりもございますが、周りに飲食店は全くないので、料理付きのプランを選ぶのが無難かと思います。ちなみに今回の宿泊料金は2食付きの分で15,000円ほどでございました。本来たくさんの観光地を設定して、それを回りきることで幸せを感じるタイプの私でございますが、今回はホテルで泊まるだけですぐ帰っていくという旅でございますが、こういった旅もゆっくりできて悪くないかと思った次第でございます。帰りは雪道を下っていくような形になりますが、運転される方は雪道の熟練者のようでございまして、安心して駅まで送っていただきました。さらに心配だったのは列車が動いているかどうかでございますが、少し遅れはあるものの運行はされているようでございます。少し待ち時間がありましたので、駅の上にかかる橋から大歩危橋を望んでおります。こちらは徳島の方に流れていく形となる方向でございますが、ちょっと岩肌は見えておりませんが、これはこれで綺麗な景色だと思いました。ここにかかっている橋の名前も峡谷と同じで、発音は大歩危橋となります。反対側が高知県側になりまして、ここからおよそ10キロで高知県の県境となりますが、この川は194キロ先の徳島市付近に流れる川となります。では駅に戻ってきまして、黄色いアンパンマン列車高知行きの便でございますが、こちらを見送りまして、駅構内にあるのが名物桂橋のレプリカとなります。では次に乗る列車がやってまいりました。次は四国松山道後温泉に向けて出発したいと思います。こちらが昨日右と言われて左を移した右側でございます。では少々長くなりましたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。一応次回は四国松山から下灘駅に向かう動画を予定しておりますので、ぜひご覧くださいませ。では次回の動画でお会いいたしましょう。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。